BTS メンバーのジンとシュガは、長男と次男という立場で、グループでは、弟たちを引っ張ってきた2人です。おおらかで明るい、ジンと、冷静でいつもクールなシュガは真逆のタイプで、一見合わなさそうな2人ですが、とても気が合い仲良しなのだそう。今回は、親類関係、ジン・シュガの仲良しエピソード参戦をお届けします。ファンの間でシンと呼ばれているジンとシュガは一体どのような関係性なのでしょうか。二人の仲良くなった経緯やお揃いで身につけていたもの、そしてシンの仲良しエピソードをご紹介します。ジンとシュガの穏やかな関係性に癒されること間違いなしなので、ぜひ最後までご覧ください。シンはどんなカップル？グループでの年長者コンビのジンとシュガはシンとの愛称でファンたちから親しまれています。ジンとシュガはジミンとテテの同級生コンビクオズのようなふざけ合ったり喧嘩したりということはなく、お互いを理解し合った熟年夫婦のような関係性です。そんな人生のパートナーのような真の関係性が築かれたのは宿舎時代だと言われていますよね。ジンとシュガは長年ルームメイトとして過ごすことからお互いに良き理解者となったとのこと。永遠のルームメイトと呼んでいるほど2人での共同生活は心地が良かったことが伺えます。以前インタビューでジンは一緒に部屋を使うと気持ちが楽になる。僕にとっての一生のルームメイトだと。シュガは僕のことを正確に把握し、長年のルームメイト経験から細かなところまで悩んだ跡が見られる。見破られたけど、そんなに気分は悪くないと、すべてを把握されてもジンなら受け入れられたと語っていました。このことから、ジンとシュガの絆は、宿舎時代に築かれたことが分かりましたよね。真のお揃い。メンバー同士よく同じものを身につけている BTS なので、もちろんジンとシュガもお揃いのものを着用している姿が、最近では2021年にコンサート BTS Permission to Dance on Stage のために訪れたアメリカ・ロサンゼルスでお揃いのブレスレットを着用。それはティファニーとシュプリームのコラボ商品で、シルバーの星型のパーツとシュプリームのロゴが入ったものでした。また、ジンとシュガ以外に J-HOPE、RM、ジョングクが着用していることも確認されているので、もしかして BTS メンバー全員でお揃いなのかもとの噂にもなっているとのこと。この他に、2018年にBTS のリアリティ番組ボンボヤージュでマルタに訪れた際に I love マルタと書かれた T シャツをお揃いで着用。同じ T シャツに似たような麦わら帽子をかぶり、まさにリンクコーデでしたよね。ジンとシュガはこの格好でマルタ市街地の観光や釣りを楽しみ、リラックスした2人の表情に癒された方も多かったのではないでしょうか。また、このマルタで、ジンとシュガは友情の旅の証として、お揃いのネックレスを購入。そして、そのネックレスをマルタの旅行以降も撮影などで着用しているところがキャッチされていました。このことから、2人にとってマルタでの旅行がとてもいい思い出だったことが感じ取れますよね。仲良しエピソード。お互いに気心が知れたジンとシュガには思わずほっこりしてしまう仲良しエピソードがたくさん。その中でも特におすすめのエピソードをご紹介します。手紙を送り合うシーン。2014年1月6日に日本で行われた防弾少年団ファーストジャパンショーケースネクストステージアットゼップ東京にてサプライズでジンからシュガへ手紙が送られました。君は僕たち防弾の誇りです。無理せず、たまには弱音も吐いていいよ。みんなで支え合って、
これからも応援してくれるみんなのために一生懸命頑張っていこうね。そして必ずメンバーとファンのみんなと一緒に伝説を作ろう。僕たちなら絶対にできると信じてる。と、ジンの手紙にはシュガを気遣う言葉が。実はこの当時、シュガは盲腸の緊急手術を受けており、なんとかステージに立ってやり遂げたライブだったのです。その様子を隣で見ていたジンだからこそ送れる言葉でした。シュガからジンへ手紙が送られたのは BTS のリアリティ番組ボンボヤージュハワイ編です。その手紙には足りないものを埋めるために人知れず努力をする姿にいつも感動します。見習うことが多いヒョンです。これからもずっと一緒にやっていきましょうと陰ながら努力を続けているジンを尊敬していると書かれていました。ジンはビッグヒットエンターテイメントに入所するまで歌はおろかダンスも習ったことがなく、練習生時代から他のメンバーについていくのに苦労していたという話は有名ですよね。その姿をずっと見守ってきたシュガだからこその手紙の内容でした。仕事終わりにいっぱいするシーン。ジンとシュガが仕事終わりに2人で焼酎でいっぱいしながら食事をしていたことを ABC ニュースの報道番組ナイトラインのインタビューで明かされました。このことについて話したのはジンで、僕は昔シュガと一緒に仕事終わり、夜にクッパに焼酎一杯をやるのが本当に大きな楽しみだったんです。僕たちにとってそういうささやかなことが大きな喜びとなって近づいてくるんですと。このジンの告白を聞いていたシュガは終始照れくさそうで、はにかんでいる姿が映し出されていました。この2人の様子を見て、焼酎でいっぱいしながらたわいもない話をしているジンとシュガの姿が容易に想像できたことでしょう。ジンとシュガにとってささやかな晩酌がどれだけ大切な時間だったのかが分かったインタビューでしたよね。多忙を極める BTS メンバーたちですが、彼らがリラックスして食事やお酒を楽しめる時間があればとファンとしては願わずにはいられません。ジンには甘えるシュガ、いつも冷静で落ち着いているシュガはメンバーたちから頼られることが多いですよね。しかし長男のジンには頼ったり、時には甘えた表情を見せたりしていることが BTS のバラエティ番組ラン BTS EP122、123の逆アバター対決でシェフを任されたジンとシュガ。その際に料理がうまくいかないシュガはヒョン、うまくできませんとすぐにジンに助けを求めていました。料理が上手なジンはすぐさま交代し問題を解決してあげていましたよね。弟たちと料理する時には頼もしいシュガですが、ジンに素直に甘えている姿がたまりませんでした。明るく騒がしいジンと落ち着いた性格のシュガはたびたびどちらが長男かわからないと言われます。しかしやはりシュガからするとジンは唯一頼ることができるヒョンであり、甘えることができる存在なのでしょうね。たまに見せるシュガの弟感が好きな方も多く、ファンからシンが愛される理由の一つなのではないでしょうか。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回はジンとシュガの仲良しエピソードをご紹介しました。ジンとシュガは持っている雰囲気が正反対ですが、本人たちも驚くほど考え方や価値観が似ていて息がぴったりなのだそう。永遠のルームメイトと呼び合う2人だからこそお互いの苦労を知っており、送り合った手紙の内容は感動する言葉ばかりでしたよね。またジンにしか見せないシュガの弟の顔も見ることができました。これからもジンとシュガの新コンビを温かく見守っていきましょう。